これを見ればアケコンは自作できる。はい、どうもシュル先輩と申します。私日々ねこのパンクワークショップのレバーレス S を使ってスト6遊んでいるんですけれども、このね親指2ボタンの配列が最高なんすよね。パリーもインパクトも親指でいけるのが本当に良すぎて、もう完全に手に馴染んできたような形となっております。それで思ったんすよね、親指2ボタンアケコンをサブで用意しておきたいなーって。何に使うわけでもございません。壊れる見込みも今のところございません。でも単純に自分の物欲的に欲しくなっちゃったんですよね。と思った時に見ちゃったんすよね。彼です。この人親指2ボタン運用できたじゃんって。はい、こちらシエロゲームズのイージスボックスというレバーレスなんですけども、見ていただけたら分かる通りボタンはちぐはぐ、中身の配線はとてもごちゃごちゃ、端子もガタガタになってしまっているようなちょっと状態でございます。ということで今回は心機一転、このアケコンの側だけ使って中身を全部入れ替えて新しくアケコンを作ってしまおうと思います。すでにあるのに基板も入れ替えて、もう自作アケコンの作り方としてその手順を紹介していければと思います。これを見ればアケコンは自作できるかもしれません。まずちょっと分解していきます。解体終了。はい、まず最初に簡単にアケコンの仕組みについてご説明したいと思います。アケコンの仕組みなんですが、こちらのようなアケコンとして動かすためのプログラムを入れた基板を用意して、対応したピンにボタンを接続して、全てのボタンをグランドという共通のピンにつなげて電気の流れが完成するようにしてあげる。そうすることでボタンを押した時、その対応したピンに電流が流れて操作ができるという仕組みになります。例えばこれをこのような形でつなげました。対応する基板にそれぞれキックに対応したピンと、これそれぞれ2ピンなので、全部が同じ共通のグランドという端子につながっているケーブルになるんですけれども、全部のボタンがそれぞれのキックボタンとグランドというピンにつながっているような状態が完成しました。これを USB につなげてあげると、もうこれでアケコンなんです。はい、こちら、それぞれキックボタンに接続するようにつなげましたけれども、これが弱キック、これが強キックで、これが中キックと、キックに対応するピンにつなげたボタンがこのように反応するようになりました。1本になってしまうと電気の流れが完成しないのでつながらないんですけれども、こうやって2本分つけてあげることで電気の流れが完成して、ご覧の通りアケコンとして機能を発揮するようになるわけでございます。つまりはアケコンは基板とボタンと配線、これだけあればアケコンとして成り立つわけでございます。それを踏まえると大体のアケコンに必要なパーツは、基板、アケコン用のプログラム、スイッチ、ボタンですね、配線で、それをまとめる側、この4つになるわけでございます。一つ小話にはなってしまうんですけれども、このような薄型のレバーレスはですね、中身にこういったプリント基板が入っておりまして、このプリント基板にあらかじめこういった配線が仕込んであるような形となります。なのでパーツを乗せて電気が通るようにハンダ付けしてあげればアケコンとして成り立つというわけでございます。では大体必要なものが分かったところで、自作アケコンの組み方についてご説明していければと思います。まずステップその1、理想のアケコンを想像して部品を買い集めましょう。ボタンの配置だったり、使いたいボタン、使いたい基板だとかをピックアップして、そのボタンのサイズとか寸法を調べておくようにしましょう。そしてそれが収まる側を用意してあげるという流れになります。今回は逆にこちらの側があったので、側に収まるパーツを選ぶという考え方で、構成を考えさせていただきました。今回買った材料についてなんですけども、まず基板と配線、こちらについてはコミックノイズさんから購入させていただきました。こちらでございます。はい、こちらコミックノイズさんのラズベリーパイ5をベースにした基板でございます。こちらパソコン用の基板になります。プレイステーションに対しては、コンバーターがいるタイプとなります。そして配線2種類、こちらがですねボタン接続用の AWG28 という太さで作られた配線で、こちらがグランドピンに接続する用の配線でございます。それぞれ基板が900円、ボタン接続用の配線が660円、グランド接続用の配線が330円。この基本セットが1890円でございます。
激安っす。これはオプション的なものになりますけれども、基板を固定する厚めの両面シートと、配線をまとめたい場合は配線用のスリーブとか、こんな感じのインシュロックだとか結束バンドをご用意いただければというふうに思います。で、今回この基板と配線を選んだ理由が明確にございまして、これまで多くの自作の動画で使われた基板と配線の構成ってご存知でしょうか。こちらってファイティングボードにブルークの配線を使ったような形なんです。こちら今回買ったものと同じようにパソコン用のファイティングボードになります。ご覧ください。こちら4000円かかります。この基板にご覧のようなブルークのハーネス付きのケーブルを購入することによって、ここの左下の端子のところにケーブルを挿してあげることで配線ができるといったような形になるんですけれども、このセット購入すると7000円オーバーになってしまうんですよね。これはハンダ付けがいらずソケットにケーブルを挿すだけでいけたということで、自作入門用としてはうってつけのものでございました。通常であればピン一つ一つにハンダ付けをしていかないといけないような状態となります。でもこちらコミックノイズさんの基板にはですね、すでにヘッダピンがついてるんですよ。このヘッダピンに今回合わせて買った配線を、この端子をですね差し込んでいくだけで配線ができてしまうと、ハンダ付けがいらないのに安いという紙構成になる。なのでコミックノイズさんでこちらの3点、基板とボタンと基板の各ピンをつなげるための配線と、回路を成り立たせるためにグランドピンに全ボタンをつなぐための配線、この3種類を購入すればアケコンの自作の第1段階はできてしまうというような形となります。アケコンに必要なボタンについてでございます。ボタンはもともとこのアケコンについていたのがクワンバの D ライトというボタンだったので、バージョンアップすべくクワンバグラビティのケースにしてみました。アリエクのセールで購入して5100円でございました。さっきの説明と反するんですけれども、クワンバのボタンなら入るだろうという希望的観測で買ってしまっています。こちら左がもともと入っていた D ライト、右が今回のクワンバグラビティケースになるんですけれども、若干形が違うのでどうなるかとちょっとヒヤヒヤしています。希望的観測で買うと、穴にボタンが入んなかったりだとか、高さが足りなかったりというような事件が起きてしまうので、本当に自作を自分でされる際は気をつけてください。移動攻撃ボタンで使うためにこちらの 24mm12 個セットと 30mm を2個追加で買っています。ここの穴が 30mm になるんで、なので計14個のグラビティケースを購入しております。本来ならオプション系のボタン、ここのボタンですねも必要になるんですけれども、この側だとプラス5個かなになったりするので、抜け漏れが数量ないかご確認をください。コミックノイズさんだと220円で1個から販売しているボタンもありますので、多分クワンバの D ライトになるんだと思うんですけど、19個18個とかで4000円弱ぐらいでボタン一式を購入できたりしますので、まずは最初安いの買って、その後から自分の好みに合わせてボタンを変えていくという旅をするのもいいかと思います。続いて側についてでございます。こちらの側ですね、正直自作をする時にこだわれば一番高くなってしまうポイントです。でもやり方の幅も広いです。さっき申し上げた通り、基板と配線、ボタンがあればアケコンにはなるので、箱があれば最悪何でもいいです。高級そうめんの霧の箱、ティッシュ箱、段ボール、鍋、プレステ2、Wii、全部本当にそれでアケコンを作った人がいる事例でございます。でも現実的には側だけ購入するパターンと、自分で設計発注するパターン、自分で作ってしまうパターン、側だけ購入するパターンとしてはご覧の通り、黒巻工房さんのこういったレバーレスの側を買ったり、こういったピクルスさんの側を買ったりと調べたら、結構出てきたりします。こういったところで購入するパターン、自分で設計する発注するパターンとしては、CAD ソフトを駆使してアクリルとかを設計して自分でオーダーするパターンで、自分で作るパターンとしては適度な箱に穴を自分で開けて作るようなやり方でございます。側を自分で作る例なんですけれども、こういったハコットというプラスチック製のアタッシュケースに電動ドリルの先端につけるホールソーで穴を開けるのが主流だったりします。ボタンの配置も自由に工夫できるし、安いし、このような形でメンテナンス、開くのでメンテナンスが手軽というようなメリットがございます。ボタンの配置については、例えばヒットボックスレイアウトでネット上で検索してみたりすると、ご覧の通り PDF とかで情報が出てきたりするので探してみてください。こういったものをね、縮尺ずれないように印刷して目印つけて
ボタンのサイズのホールドで穴を開けていって工作をしていくような形となります。他の方の YouTube でも側の自作動画あったりしますので、そちらご参考にいただければと思います。で、側を自作すると意外と忘れがちなのがこういった USB の端子でございます。側の外に USB の端子が出ていないと、うまくケーブルをつなげないので、こういったジャックのパーツ、基板とジャックをつなぐ短い USB ケーブルが必要だったりしますので、ケースのねレイアウトに応じてこういったもの必要になりますので、ご注意をいただければと思います。今回はこちらのシエロゲームズさんのイージスボックスの筐体を使って全体組み込んでいきたいと思います。今回の材料を一気にまとめるとこんな感じでございます。合わしていくらだろう。今回新たに購入したのは基板と配線、ボタンになりますので、こちら合わせるとだいたい9000円いかないぐらいですかね。8690円ぐらい。こちらで今回やっていきたいと思います。はい、では実際に作業を始めていきたいと思います。こちらアケコンの心臓部、基板です。この基板にアケコン用のファームウェアを書き込んであげることで、この基板がアケコンの心臓として動き出します。最近安めのねアケコンにはラズベリーパイ財団が作った RP2040 というチップ、これに搭載されてるやつなんですけど、この RP2040 チップを搭載した基板がアケコンには多く使われています。何より安い。で、ラズベリーパイピコはその RP2040 チップをマイクロコンピューターとして動作するように開発された基板でございます。なのでコンピューターなのでね、ファームウェア、ソフトウェアを書き込んであげると与えられた信号に応じて動作をします。そのアケコン用のファームウェアが GP2040CE というものでございます。はい、こちら GP2040CE のページでございます。普通に GP2040CE と検索していただければここにたどり着くことができます。オープンに公開されているので、この格安基板プラス無料のファームウェアでコストを落としながら動作が軽いので遅延も少ないといったメリットで、この構成が自作でも既製品でもよく使われているというようなわけでございます。コミックノイズさんの基板はね、ちゃんとラズベリーパイピコをベースにして開発されたので、ここのダウンロードからこのラズベリーパイピコのダウンロードをしてあげればアケコンの心臓に早変わりいたします。やり方としてはまずはパソコンと基板を接続します。こちらの基板のこの左上のちっちゃいボタン、こちらを押しながら USB を挿してあげると、この基板の中身がドライブとして見えるようになります。ご覧の通りこちら RPI-RP2、H ドライブとしてこちらが見えるようになりました。この基板を一つのドライブとして認識したわけでございます。このドライブにこちらのラズベリーパイピコ用のファームウェアをダウンロードからここに保存してあげる完了しました。これでこいつはアケコン用の基板として生まれ変わったわけでございます。では次に側にボタンをはめていきたいと思います。ちゃんと入るのかしら。おっとジャストフィットっすね。側をね用意する必要がある人はこの作業をする前に、側を作っていただく必要があるので、そのあたりご注意ください。ということではめ終わりました。気持ちいい。この時点でちゃんと収まっているか確認する必要がありますので確認していきましょう。ひっくり返して、例えばこういった端子ですね、端子をこのように刺した状態でご覧の通り閉まりません。ということは今回ここの先端の端子をちょっと曲げてやる必要があるというわけでございます。端子を若干外側に向けていきたいと思います。全て端子を若干曲げました。実際にね接続して蓋を閉めるときに最後調整していければというふうに思います。では続いてこちらの基板とボタン、これらを線でつないでいきたいと思います。コミックノイズさんの製品の基板の製品のページに行っていただきますと、これまでのやり方具体的に出てきます。この内容に従って対応するピンとボタンを配線していけばいいというわけでございます。手順従いましょうかね。まず一番最初こちらのグランドハーネスを配線するということでやっていきます。グランドハーネスはこのグランドという黒で表記されているピンと全てのボタンを接続する
配線でございます。1対複数つながるわけでございます。やっていきましょう。配線は2セットございます。それぞれ10本ずつつなげられるようになってますので、2つどっちも使うような形となります。今回ボタンで使うのがこの辺りだから、あんまり刺さってないここの右上2つを使っていくような形にしましょうかね。なので右上から3番目のピン、右上3番目のピンをつなぎました。あと右上123456788 8つ目8つ目のピンのところにもう1個足しましょう。これでグラウンドの配線ができるようになります。この先端をですね、このボタン2つ端子があると思うんですけど、どちらか一方につなげていけば大丈夫でございます。ということで全ボタンにグラウンドハーネスつなげることができました。ピンが間違ってなければこれで問題ないはず。じゃあ続いてこちらピンハーネスの配線をしていきたいと思います。今回はね、機能がちゃんと決まってるからちゃんと決まった場所にやっていかないといけないんですよね。そういったこともあってしっかりと1対1の配線でございます。やり方はとてもシンプルです。この表とこの表を見ながら対応するボタンに配線していくだけでございます。例えばここの GP02 アップというボタンがありますけども、このアップというのは、当然ながら上ボタンになるので、ここに配線をしてあげなさいというような形でございます。で、攻撃のボタンだとかは細かく内容決まっているような形となりますので、それぞれキー対象表に合わせてやっていってくださいというような形でございます。では地道にやっていこう。アップ1234上から4番目1234上から4番目上から4番目のピンに刺してジャンプボタンのところに入れると。これで間違ってなければここがジャンプボタンとして機能するわけなんで、一度でも不安になったらまずは動作確認をしましょう。ちなみに最悪ボタンの位置とかピンの場所間違えたとしても Web コンフィグで設定をし直すこともできます。でもそのためには一番大事なのはスタートボタン、オプションボタンの位置を間違えないこと結構重要なので、そこだけ真剣にやりましょう。上ボタンが上ボタンとして機能するようになりましたっていうことは、この調子でこの作業を続けていけば大丈夫ということが分かります。他はねまだつなげてないから何も反応しないですけど、こいつは上ボタンとして機能するというわけでございますね。じゃあこんな調子で配線続けていきましょう。ダウンがアップの下、ダウンがアップの下で、ダウンはここ、その下がライ右だね。左右を間違えないで、こっちが右ね、右はこっちレフト。方向キー接続完了。じゃあ次 1K、2K、3K、4K、1個グランドで、その次から 1K 弱 K ですね。さすがに内側から弱中強だよね。パンチボタン4つ、キックパンチボタンは付け終わった。あとオプションと追加ボタンだね。スタートボタン、これスタートボタンでセレクトセレクト1個開けて RSS3、RSL3 どっちがどっちだ、後で調整しよう。ホームとキャプチャ使わねえんだよな。左2個に設定しとくか。ということで全部のボタンを一応接続することができました。一旦全部終わらせてしまう前に、何かとね動作確認をして損することはありませんので、こんな状態ではありますが、下左右上弱パン中パン強パン弱キック中キック強キック、これ投げボタン K 設定パリだね。でインパクト、はい全部 OK。 しっかりとボタン反応しますね。 OK、 これでもうアケコンとしては成り立ちました。でスタートボタン、念のためトレーニングモードでリセットできるということで、ボタンの接続と設定自体も何ら問題がなさそうでしたので、もうこれでほぼほぼアケコン自体としては完成となります。はい、というところでステップ5、配線も完了して動作の確認取れましたら仕上げといきましょう。このままだとね、アケコンを傾けたら基板が動いてこういった線が抜けたみたいな状態になってしまいますので、この基板を固定していきます。固定場所は、この USB をつなぐことも鑑みて決めていかないといけないですね。まず USB を接続してみて、 USB は全部下を通したいからこうしておかないといけない。ギリギリ干渉しないぐらいか。めんどくさい。エイヤでやっちゃおう。ピリピリと。あれギリギリ厚み足りねえ。
もう一個用意すっか。よし、固定できた。本当はねマウンターとかちゃんと固定する用のものがあったりとかするんですけど、今回そんなものがないので、こちら両面の粘着シートをですね、全部で4枚ぐらいかな、重ねて厚みを出してご覧の通り固定することができました。で USB の端子を挿して、これでアケコン自体は完成となります。ただね、ちょっとケーブルがとんでもないことになっているので、今回はこういったケーブルのスリーブがございますので、そちらを使ってやっていきましょう。だいぶすっきりして見える。よいしょ。はい、まとまりました。続いてこっちは乗りくりいくと危なそうだな。これでいいや。赤色配線はな、これはしょうがねえな。まとめてあげることで非常にすっきりした見た目になったと思いませんか？で、赤と白でね、色を分けてあるので、どっちがどっちの端子なのか、どっちがどっちのケーブルなのかっていうのがね、非常に分かりやすくなっております。というわけで完成でございます。ラズベリーパイピコ RP2040GP2040C で低遅延、クワンバグラビティケースボタン搭載でフィーリング良好、静音、高速入力、親指2ボタン追加レバーレスというパッと聞き難しい単語を並べて高性能のように聞こえるレバーレスが完成いたしました。クワンバグラビティケース初めて使うので結構楽しみです。お試しでやってみましょう。というわけでご覧いただいた通り、特に遅延を感じることもなく、全ボタンしっかりと動いて操作ができていたかなというのをご確認いただけたかと思います。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。今回はね、家にあったシエロゲームズのイージスボックスの側を使って、中身もボタンも総特化へ、コミックノイズさんの基板と配線を使い、クワンバグラビティケースを搭載したこちらのレバーレスアケコンを完成させることができました。サブ機として使ってこの親指2ボタンで遊んでいこうかなというふうに思います。何かご質問がございましたらコメント欄までお寄せいただければと思います。Twitch でね、実際に配信しながら遊んでいたりしますので、よろしければそちらも覗いてみてください。この動画が参考になったなと思いましたら、チャンネル登録、高評価いただけますと幸いでございます。では今回は以上でございます。お疲れ様でした。またね。